はい、皆さんこんにちは。何でも開発担当の、石川です。今週の、週刊ミニッツですけども、最初に、ちょっとお詫びをして、その後こちらのですね、ミニッツバギーのオプションのダンパーのご紹介をしたいと思います。最初にですね、こちらのミニッツ MR03 エボの、20周年記念モデル、シャシーセットですね。5600kV と 8500kV になるんですけども、こちらの方、12月の発売をですね、予定していたんですけども、残念ながらちょっと間に合わないということで、予約してくださっている皆さん、楽しみにしてくださってた皆さん、申し訳ありません。今、なんとか1月にはですね、お届けできるように頑張っております。実際これもちょっとですね、実は中身は空箱になってまして、中のですね、サンプル何かは、うちで確認はしたんですけども、今最終的にですね、工場で QC チェックをするための見本としてですね、工場の方に送り返しているので、私たちの手元にもちょっと1台もないという状況になっています。その他ですね、この YouTube 見ていただいている方でですね、よく競争製品買えないとかですね、売ってないっていうコメントをたくさんいただきまして、ちょっと返信はですね、個別には差し上げてないんですけども、きちんと読ませていただいております。なかなかですね、お買い求めいただけなくて、大変申し訳ありません。このなぜこうなってしまうのかというのをですね、今日は少しお話しさせていただきたいと思いますが、コロナのですね、5月ぐらいの緊急事態宣言、日本も出てましたけども、世界的にその時に、船の流通が止まりまして、多くの船の会社がですね、倒産しています。そのため、一つはですね、今、中国から出荷する船が、なかなかないということと、実際に荷物を入れるコンテナ自体が、もう取れなくなっているという形で、中国から日本、中国からヨーロッパ、中国からアメリカなどの、大きな便で、たくさんのですね、荷物が今輸送できない状況になっているというのが、まず一つの原因です。それからあとは開発自体がですね、ちょっと遅延してしまうというのもその前にはありますけども、今年の1月にですね、私と岩崎リーダーが1回 4x4 の生産では中国に最初行ってますけども、その後ですね、協商のスタッフが誰もちょっと中国に行けてないという状況となっております。そのために、例えば新しく今回ですね、こちらのアニバーサリーモデルですと、このダンパー周りの部品とかモーターケースとかをですね、新しく中国で作っているわけなんですが、なかなかサンプルチェックをしに行くことができないというのがありまして、全ての競争製品においてそうなんですけども、日本にサンプルを送ってもらってチェックしているという形になります。しかしですね、同じように飛行機が減便になっているためにですね、通常であれば、早いと今まで大体翌日になんと深センからはですね届いていたんですけども、今はそれが1週間かかるとか、2週間かかるという形ですので、どうしても1回サンプルを見て、直しとかですね、日本からサンプルを中国に送ると非常に長い時間がかかってしまうというような状況です。そのためにですね、非常に多くのパーツがですね、発売遅れていたり、また供給が間に合っていなくて、本当に申し訳ありません。であと世界的になんですけども、RC のですね需要が増えてまして、多くの工場で部品を作る方はですね、この待ちが発生しております。私たちもちろんお客様にたくさんお届けしてですね、もちろん私自身も販売がたくさんできた方がいいんですけども、そういった工場のライン、機械の順番待ちですね、こういったものが非常に激しくなっておりまして、日々私たちのですね仕入れ部隊もですね、細かく調整しながら一日でも早くお届けできるようにしておりますので、申し訳ありませんが、もう少々お待ちいただけるようにお願いいたします。そんな中ですけども、
こちらの今度ですね、オプティマ、ミッドスペシャルですね、発売になって、こちらも当初よりは少し発売が遅れてしまったんですが、日本は間もなくお届けできると思います。それのオプションパーツとして、この金色のですね、ダンパーですね。これもともとは銀色のバージョンは売ってたんですけども、今回ですね、ビッグボアショックのゴールドバージョンでスプリング3色付きというのを出させていただきます。でこちらの方はですね、日本生産という形で予定通り入ってくる形ですので、来週のですね、注文いただいている方、お店の方には来週の金曜日ぐらいまでにはお届けできるのではないかというふうに思っております。それは15、16、17、18、19日ぐらいですかね、そのあたりを予定してください。でこちらの、ね、ダンパーについて、ちょっと今回はどんなダンパーなのかというのをご紹介できたらと思っております。今日はですね、このカタログ、1988年のカタログをですね、ちょっと一緒に見ていきたいなと思ってるんですけども、こちらちょっと特殊なバージョンで英語ドイツ語バージョンというのがありまして、すみません、日本語バージョンがちょっと私の手元になかったので、今日はこのバージョンです。でこちらにオプティマミッドっていうのが、ね、出てきますけども、こちらがオプティマミッドというモデルで、こちらはですね、ミニッツバギーにはなってなくてですね、これ1ページめくると、このオプティマミッドスペシャルじゃないや、これターボオプティマミッドか、そうですね、こちらが最初にこちらのモデルと一緒にですね2つ発売されまして、この白いのが当時ですねスピーコン付き、そしてこちらがアンプ仕様のオプション付きという形でした。で、この後に出てくるこのターボオプティマミッドスペシャルっていうのは、このターボオプティマの限定品としてその後に出たものなんですけども、このスペシャルバージョンの黄色バージョンっていうのは実はこのターボオプティマのイメージのカラーリングを、このスペシャルに施したものという形になっております。でこれ結構私もですね、うちの弟がこれ買ったモデルということですね。一緒に遊びました。だいたい中学校2年生ぐらいかなと思います。で、これに加えてじゃあオプティマミッドスペシャルっていうのはこの後に出てまして、ちょっとこれ紙になるんですが、このモデルですね。でこれ比べていただくと引いたら入るかな、このターボオプティマミッドスペシャルですね、こちらはなんと限定モデルだったので、カタログに載ってないというモデルとなります。特徴としてはですね、この振り分けバッテリー対応で、カーボンのメインシャーシ、そしてホイールベースが伸びているので、ちょっとこのミニッツはですね、ホイールベースがちょっとずんぐりむっくり感がありますが、実際はもうちょっとこう伸びやかなフォルムだったという形です。はい、これがね限定モデルで当時6万6千円とかでですね、当然中学生の私には買えなかったので、憧れのモデルだったということで、これをミニッツバギーで復活させたという形です。そして、こちらのですね、この両方のモデルもそうなんですが、両方入るかな。この前についているダンパーがですね、この金色のダンパーがついてますけども、これ当時プレッシャーダンパーといってですね、もうとにかくこのオイルダンパーがとてもいいダンパーだったんですね。中学生の私にはなかなか買えないダンパーだったんですが、このダンパーをそっくりに作ったのがこの金色のダンパー、ビッグボアショックのゴールドバージョンという形ですね。で標準品はこれプラスチックの赤いダンパーなんですけども、こちらをですねつけていただくと、かなりルックス的には近くなるのではないかなというふうに思っております。この辺もですね今たくさん注文いただいておりますので、もしですね欲しい方は早めにご購入いただけるとありがたいです。やはりこれもですね、一度なかなかなくなってしまいますと次のロットまで時間がかかってしまう今状況となっております。それからこちらのキャタッピの方ですけれども、こんなパッケージになりまして、
購買法用のキャタッピも、同じく19日ぐらいですかね、ぐらいにはお店の方に並びます。こちらもメイドインジャパンですので、こちらも予定通りには入ってきてますけれども、数量の方ですね、非常にちょっと反響が良かったので、こちらも1回切れてしまうと、次はちょっと年は越してしまうかなと思いますので、ぜひとも欲しい方はですね、ご予約いただいて、お買い求めください。ちなみにこちらも1台分は2個必要です。こちらのダンパーもすいません、これも2個入りなので、1台分ですと2セット必要ですので、くれぐれもご注意ください。はい、でちょっとせっかくだから懐かしいちょっと話になったので、この88年のですねカタログをちょっと見たいんですけども、これ表紙はアルティマですかね。87年にアルティマが世界選手権を優勝していると思いますので、そうですね、これ大きく載ってます。でこれが本当にですね、私が教習に入りたいなと思ったきっかけなので、非常に斬新的なモデルで、小川氏がですね、設計されたモデルです。なので最近私もですねちょっと1台組みまして、途中まで、こうできてまして、今まだちょっと配線とかはこれからなんですけども、こういったねアルティマもこの冬はですねどうしてもお家で過ごす場合が多くなるかと思いますので、ぜひともですね楽しんでいただけたらいいかなというふうに思っております。はい、ちょっと駆け足でいろいろと本日はご案内いたしました。ぜひですね、コロナの感染が広がっておりまして、ミニッツカップをやらせていただいているですね旭川、北海道の旭川もですね、クラスターが発生して今大変な状況かと思いますけれども、ぜひですね安全に気をつけていただいて、お過ごしください。ミニッツカップのファイナルもですね開催発表しておりますが、感染が拡大していくとちょっと開催厳しくなっていきます。もちろん全国でですねステイホームしていただいてなんとか抑え込んでいきましょう。どうもありがとうございました。